ダホン K3 の折りたたんだ姿を見て、この辺りをこうしてこんな風になればもっと小さくなると思いませんか？そんなダホン K3 の小型化に取り組んでみたというお話です。完成したサイズは幅42センチ、高さ70センチ、奥行き31センチ、3辺合計で143センチになります。ダホン K3 の公式サイズと比較すると3辺合計で9センチ、容積比で約 15% の小型化に成功しましたが、あくまでも小型化であって軽量化ではないので、スタンドペダルなし重量で約 2.6kg 増加の 10.4kg になっています。ただこの重量も K3 との比較用の重量で、折りたたみの作業性を考えるとダブルレッグセンタースタンドが必須に近いので、加えた重量は 11kg となり、20インチ折りたたみ自転車並みです。ここまで来るとブロンプトンでいいんじゃねという話は置いといて、置き方について話していきます。縦置きになっていますが、安定性はそこそこあって、多少揺らしたぐらいでは復元できるような調整をしています。設置はブルホーンバー先端のエアロブレーキレバーの2点と追加ステムの2点を合わせた4点設置です。無駄に見える追加ステムですが、角度を調整して4点設置の中心近くに重心を調整する役目の他に、追加ステムの2点とサドルの1点の計3点で安定した平置きができるようになっています。縦置き平置きのついでにサイズは少し大きくなりますが、シートポストを少し伸ばしてバランスを取れば横置きにも対応できます。それで何か良いことがあるのって話ですが、輪行移動時に邪魔になる自転車をわずかな隙間に縦置きだろうが横置きだろうが、飛行機やバス輪行で必要になる平置きであろうが、安定して置ける安心感が良いと思っています。 K3 と比べると縦長の長方形になったメリットとして、座席に座って膝に挟んでも邪魔になりにくいです。列車のボックスシートはもちろん、比較的空いているロングシートの真ん中でも K3 と比べて23センチも飛び出しが少ないので座りやすくなります。サドルとフレームのへこんでいるところをまたげば余裕で股下に置くこともできます。必要スペースはバックパックを抱えた成人男性と同じぐらいなので、混雑した路線で輪行する場合でも多少罪悪感が和らぎます。次は折りたたみ構造について話していきます。素人が折りたたみ方法を改造したものなので、完全変形ではなく専用ジグを使った差し替え変形です。このジグと DH バーの間に落とし込んだ後輪で車体とハンドルポストを固定しています。ハンドルポストは社外品を使っていて、 KHS 製折りたたみ自転車のような脱着式にしました。安物のアルミ鋳造スレッドコンバーターを使ってハンドルポスト脱着に必要なコラムを延長していますが、ここが素人工作最大の弱点で、強度的に弱いことは理解しています。負荷のかかるダンシングの禁止や日常的な点検、異常があれば使い捨てる前提で使っていますが、褒められる改造ではありません。 K3 のシートポストは長く飛び出ていますが、ターン製テレスコピックシートポストに変更して半分ぐらいの長さにしています。ちなみにダブルレッグセンタースタンドとの相性が良くて、スタンドを使ったままシートポストを下げたサイズが標準的な K3 の折りたたみサイズとあまり変わりません。しかもスタンドを畳めば割と小さくなるので、ハンドルバーを少し短くして伸縮シートポストに変更したものが一般的に受け入れられる K3 の小型化になると思います。小型化で一番のネックになるのはチェーンリングの大きさです。小さいものに変更するだけならそれほど苦労しませんが、うちの K3 みたいに 34T まで小さくすると 20kg 出すのにかなり苦労します。そこでスピードドライブという内装2段変速のクランクセットを使っています。普通はクランクを回転させるとチェーンリングも一緒に回ります。スピードドライブはクランクアームの根元に変速スイッチがあって、右側の変速スイッチを押してクランクを回すとチェーンリングが余分に回転します。左側の変速スイッチを押すと元に戻ってクランクアームとチェーンリングが一緒に回ります。
小型化と走行性能維持のために導入していますが、 34T と 56T 相当のフロントダブルと同じです。 K3 に 34T のスピードドライブをつけた時のギア比はこんな感じ。低速側が多く増えていますが、 K3 のギア構成がいまいちなので、スプロケットを変えると多少は均等に近づきます。最終的なギア比はリアを4速化してこんな感じ。かなり低速寄りのゆるゆる仕様ですが、速度は25キロぐらいで十分なことや、ハンドルポスト強度の関係でシッティング縛りなので、過積載大好きな賓客にとっては必要な低速ギアです。スピードドライブは小径車向きの面白い機材ですが、内装変速特有の重量と価格、取り付けが特殊など一般向けでないことが残念な点です。ここからは少し小型化を妥協して積載性を強化してみます。ヘッドチューブにブロンプトン系バッグを取り付けるための後付けフロントキャリアアダプター、ボトルケージにはマルチケージとフロントバッグの組み合わせ、リアには一時的な荷物用にブロンプトン系キャリアに折りたたみバスケットを追加。これで29リッター相当の積載性を確保しています。この状態から折りたたんでいくと、幅45センチ、高さ74センチ、奥行き31センチ、3辺合計150センチですが、輪行時の取り回しは大きく変わりません。ここまで盛るとペダル込み重量は 12.4 キロで、携帯工具類や輪行袋などを含めると13キロ台に乗りそうですが、諦めて筋肉で解決しました。といっても筋力を上げるのではなく、腕で持ち上げないで肩で持ち上げる。肩で持ち上げるにしても背中に荷重を乗せるように運び方を変えて筋肉を効率よく使う感じです。究極的にはバックパックに詰め込んで運べてしまう小型な14インチ折りたたみ自転車最大のメリットです。2020年から K3 の小型化に取り組み始めて、ダホン純正の伸縮ハンドルポストを使った脱着式のバージョン1、折りたたみの作業性を改善させた外折れ T 型ハンドルポストを使ったバージョン2、フルホーンバーへのこだわりを一旦諦めて折りたたみハンドルバーとスピードドライブを組み込んだバージョン3、社外品脱着ハンドルポストを組み込んで自立縦置きを実用化したバージョン4、ドロップハンドル化してみたバージョン 4.1、折りたたみ用の専用ジグとトラボーユ運用を組み込んだバージョン 4.2 などなど、3年近くカスタムを続けていましたが、小型化のネタ切れで今回まとめ動画を作った次第です。最後に、ダホン K3 の手軽さを潰していることは重々承知していますが、輪行旅に特化した方向性の一つとして見ていただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。